はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はここ1週間ぐらい取り組んでいたですね、ここにあるレスポンスカーブの計測を自動化するっていうねことをちょっとやってきたので、それでねいろいろちょっと分かったこととかですね、リニア化設定の方も新しく、こちらで、計測した結果に基づいてですね更新してきたので、主要なコントローラーについてのリニア化設定のね最新設定っていうのをご紹介していきたいと思います。今回はこの自動化でより細かく感度っていうのを見ることができるようになりました。またね、これまで手作業で1回だいたい10分ぐらい、リニア化すると1時間ぐらいかかっていたのが1回の計測で1分ですね。リニア化については最短で10分ぐらいでできるようになりました。実際どのように計測をするかっていうのをですね、デュアルセンス Edge での計測の様子を見ながらですね、解説していきたいと思います。ちょっとカメラの配置の問題でですね、画角が微妙になってしまって見づらくて申し訳ないんですが、このようにですね、白い部分がちょっとずつ動いているのがわかるでしょうか。これがステッピングモーターでね、特定の距離だけちょっとずつ動いていくのでですね、その動いたら計測っていうのを繰り返して、今画面に出ているようなグラフっていうのを出していきます。このグラフは横軸が直線距離になっているので、最後に、角度に変換してやって、1回の計測が終わります。で、戻りの方ですね、そちらの方も、念のために計測してですね、どちらも同じような計測結果が出るかどうかとかですね、あと行きと戻りでの違いとかを計測していたりっていうのもしています。でこれまで手作業でやってきたですねレスポンスカーブの計測結果と照らし合わせてですね、ちゃんとね正しい結果が取れているかっていうのは確認を行っています。はい、まずこちらデュアルセンスエッジのスティックのレスポンスカーブを計測した結果がこちらのグラフのようになります。これまではですね、この中立から右半分ですね、ここまでしか、見せることができてなかったんですが、今回からですね、この、中立から左の方までずっと倒していったですね、レスポンスカーブっていうのを見ることができるようになりました。このグラフを見た感じ、だいたいリニアかなっていう感じなんですが、こちらがデュアルセンスエッジのリニアとの誤差ですね。ここでいうリニアっていうのは完全な直線と比べた時の誤差っていうのを表したグラフになります。ほとんどですね、直線なんですが、中立付近はやや低感度に出ています。これが、測定誤差によるものなのかですね、このデュアルセンスエッジのステップ数が結構荒めっていうところですね、それによるのか、もしくはアルプススティックのね特性なのかっていうのはちょっとわからないんですが、実際いろいろ見てきた感じではですね、アルプスティックっていうのでもですね、完全な直線ではなく、ほんの少しですね、中立付近の本当に細かなところっていうのは低感度なんじゃないかっていうところですね。じゃあ他のね、コントローラーと比べてどうなのかっていうところを見たいので、他のね、コントローラーの、測定結果っていうのを見ていきたいと思います。まず見ていきたいのがブリッツ 2TMR ですね。とても、低感度度合いは、強めっていうかね、分かりやすく出てるコントローラーだと思うので、まずはこちらをね、チェックしていきたいと思うんですが、まずスティックの感度カーブはこのグラフのような結果っていう風になりました。ちょっとこの辺り測定ミスってるかなとは思うんですが、だいたいこういうグラフっていうのが毎回ね、出てきます。ちょっとね、見てほしいポイントっていうのがですね、左側がですね、ややリニアとのね、差がちょっと小さく見えてですね、右側ここ、差が大きく見えます。こういう傾向っていうのがですね、結構このサードパーティー製のコントローラーでは見られました。要はですね、左右で感度差っていうのがあるっていうことですね。はい、でこちらがリニアとの誤差のグラフになります。やっぱりすごくね、下方向にすごく斜めになっていてですね、低感度なスティックになっているっていうのがわかると思います。でですね、この左右ですごく差が出てます。右側の方がすごくですね、要は可動域っていうんですかね、こうすごくね、倒れる量が多くてですね、左側が倒れる量が少ないっていうことでですね、感度が変わってしまっています。右側の方は45% ぐらいですかね、最低で、低感度になっているのに対して、左側の方はですね、40% からそうですね 40%、35% とかそのぐらいですかね。で、10% ぐらいはね、差が出てるかなと思います。でこの
測定結果っていうのをですね、測定自体が間違っているのかなと思ってですね、いろんな測定をね、いろんなコントローラーで試してみたんですが、どうやらこれは正しそうです。というのもですね、このコントローラーの軸のところをですね、こうまっすぐ横から見ていただくとですね、実はこれ左の方が狭くて右の方が広くなっているように見えるんですよね。これ実際見てわかるかな。すごく微妙なところではあるんですけど、ややですね、スティックが左にずれているっていうね、そんな感じが私はするんですよね。で、これがおそらくこの感度差につながっているんじゃないかなっていうふうに思います。要するにですね、こういうコントローラーっていうのは上下左右で微妙にスティックの感度が違うことがありますということなんです。それが何が特に問題になるかっていうとですね、リニア化した時に、感度が高く感じられたり低く感じられたりするっていうね、そういう要因になってます。例えばですね、この右側の方の感度に合わせてリニア化すると、左側のね感度っていうのは必然的にこう感度が高くなりすぎてしまいますし、左側に合わせるとですね、右側は低感度になっちゃってね、低感度に感じられてしまうっていうことですね。じゃあこの上下左右の感度差っていうのはブリッツ 2TMR だけの問題なのかっていうとですね、全然そんなことはなくてですね、実は、こちらのアルプス版のブリッツ2でも、差がありました。そんなねブリッツ2のアルプス版の方のスティック感度カーブがこちらのグラフのようになっています。全く傾向としては同じでですね、右側が低感度に見えます。リニアとの誤差のグラフはこのようになっています。右側が低感度で左側が高感度というかね、かなりリニアに左側は近くてですね、右側のこの低感度具合っていうのはですね、だいたい 15% ぐらいですかね。左と比べて 15% ぐらい低感度になっていて、なおかつこう右のね、可動範囲、反応する領域っていうのがすごくね大きいことで、この低感度具合っていうのが出ているっていうことです。それでね、実際こうスティックのねところをよく見てみるとですね、やっぱりちょっと右側の方が私は広く見える気がするんですよね。なのでこのスティックの、位置が若干ですね左にずれているからこういうね低感度具合っていうのが、出てきてしまうと、そういうことですね。なんでブリッツ2のアルプス版とブリッツ 2TMR ですね、両方とも同じようにずれているっていうことで左右の感度差が生まれてきているっていうことです。ブリッツ2以前リニアなコントローラーですよっていうふうに紹介していますが、確かにですねこの左だけ見ると直線上ですし、右だけ見てもかなり直線上でね、すごくリニアなコントローラーとは言えると思うんですが、低感度にはね右側はなってしまっていますということです。他にもいろんなコントローラーですね、主要なコントローラーを見てきたんですが、こういった左右差っていうのが小さかったコントローラーっていうのはですね、やっぱりデュアルセンスとデュアルセンスエッジぐらいでした。なのでサードパーティー製のコントローラーどうしてもこのスティックの位置決めの精度っていうのが悪くてですね、どうしても上下左右で感度差が生まれてくるっていうところがあるみたいです。ではですね、この感度差っていうのをですね、どうすれば、いいのかっていうところをちょっと触れていきたいなと思うんですけど、残念ながらですね、この左右の感度差っていうのを修正する方法っていうのは用意されていないです。例えば左側のエッジのデッドゾーンだけ、いじったりですね、右側のエッジのデッドゾーンの値だけねいじれたらですね、これ修正することはできるんですが、残念ながらそれができません。今後ですね、このメーカーさんがですねそういった、機能に対応してくれたらですねいいかなっていうふうには思うんですけど、どっちかっていうとですね、このスティックの位置っていうのをね、ちょうどど真ん中に持ってくるっていう、そういう作り方をね、研究してほしいなっていうところが、正直あるんですけど、ただですね、じゃあこの感度差っていうのはですね、実は今これ見ているのって 15% ぐらいですけど、実はこのぐらいの感度差だとですね、意外と問題にならなかったりっていうのはあります。リニア化した時にですね、この、巡航のこのリニアなラインと比べてですね、この 10% 上下 10% の範囲内に入っていればですね、ほとんど気になることはないです。
20% 以内の感度差っていうのはギリギリなんとかなる。おそらくですね、感じ取ることはできるんですが、ギリギリなんとかですね、慣れていけることができる範囲っていうのになってきます。30% になってくるとですね、割と、もうね、対処しようがないぐらいの低感度とか高感度になってくるのでですね、この感度差をね、10% 以内になるべく収めてあげるようなリニア化設定っていうのをですね、やっていってあげれば、なんとかなるかなと思います。そんなわけでね、主要なコントローラー、特に人気のコントローラーに絞ってですね、リニア化設定っていうのをご紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらのコントローラー Vader 4 Pro のスティック感度カーブを見ていきたいんですが、デフォルトの状態だとこのようなカーブになってます。やっぱり右側がちょっと低感度に出てるっていうタイプのコントローラーですね。で、感度カーブ自体はですね、行きと戻りで測っているんですが、大体ですね、中立付近結構な低感度度合いっていうのが出ててですね、で、徐々に右スティックはここからですね、低感度に落ちていくっていう感じで、左スティックは結構リニアに近いっていう感じです。なんで中立付近を持ち上げるようなリニア化設定っていうのを考えてきました。そちらがね、こんな、グラフになります。1の3、35の35っていう風にですね、中立付近だけを持ち上げるっていう設定で、右に倒した時のですね、可動範囲をちょっと狭めるためにエッジのデッドゾーンを10入れるっていう風にしてみました。そうすると大体この 10% 以内にですね、感度っていうのが収まってくれるのでですね、非常にこれでね、扱いやすいコントローラーになるかなと思います。はい、続いてこちらサイクロン2ですね、の、スティックの感度カーブっていうのはこのような結果になりました。こちらのコントローラーに関してはですね、行きと戻りでね、右スティックでちょっと誤差が大きかったっていうところとですね、右スティックの方はですね、やや感度が高めに出ているっていう感じで、可動域に関してはですね、ほとんど、左右での違いはなかったので、結構優秀なコントローラーだったかなと思います。リニア化設定っていうのはこんな感じですね。9の10、40の42、80の77ってやってあげるとですね、非常に直線上に近くなってですね、で、この感度差っていうのも 10% 以内にかなり寄ってきていいかなというふうに思います。右側の行きの方ですね、スティックを中立から倒していく方っていうのはちょっと低感度度合いがね強く出てしまっているんですが、実際にこれをね APEX でプレイした感じではね、ほとんど低感度度合いっていうのは感じなくてね、すごくいい操作感のコントローラーに、することができたかなと思います。このリニア化設定は結構おすすめなので、ぜひね使ってみてください。はい、続いてですね、こちらブリッツ 2TMR ですね、先ほど見ていただいたスティック感度カーブからですね、リニア化した、感度カーブっていうのがこのような、形になっています。誤差の方を見るとですね、よいしょ。はい、設定としてはですね、17の22、43の50ですね、こちらが感度カーブの設定なんですが、エッジのデッドゾーンをですね、2種類用意しました。14と21っていう形です。14にするとですね、ちょうど 10% 以内にですね、収まるような形になっていてですね、なるべく違和感少なくですね、扱えるっていう形になってます。21まで設定するとですね、右側に倒した時のスティックの低感度度合いっていうのをなるべく少なくした形になってます。21だとですね、さすがにちょっと感度高すぎるかなっていうね、実際プレイしてみてね、思ったんで、14の方が基本的にはおすすめですが、このね、14と21の間ら辺でですね、調整して使っていただくのがいいかなというふうに思います。14でもね、ちょっと感度高すぎるっていう方はですね、14から下げてもいいかもしれないですね。で、エッジのデッドゾーンを入れるとですね、ブリッツ2とかブリッツ 2TMR はですね、区形アルゴリズムの形っていうのが結構大変なことになります。これ今ですね、両方ともですね、スティックのエッジのデッドゾーンの方14入れてます。その状態でですね、新エンドチェックするとこんな形になってしまいますね。かなり強いですね、この四角形度合いっていうのがね、ちょっと強すぎてですね、ちょっと特に右スティックですね、FPS ゲームでエイムする側のスティックでこれだけですね、長方形になっているとさすがに感度が速すぎるって感じられると思います。
なんで特に右スティックに関してはですね、区形アルゴリズムをオフにしてね、この形で使っていただくのがいいかなと思います。どうしても区形アルゴリズムをオンにして使いたいという方は、このエッジのデッドゾーンの値を14とかではなくもっと下げてですね、5、6、7あたりぐらいまで下げた方がいいかなっていうふうに思います。そうするとどうしてもこの感度っていうのが全体的に下がってきてしまうのでですね、どちらかをね、選択して、区形アルゴリズムをオフでこのエッジのデッドゾーンを強く入れるか、区形アルゴリズムをオンでエッジのデッドゾーンを控えめに入れるかっていうね、どちらかを選んで使っていただくのがいいかなと思います。最後にですね、こちらブリッツ2のリニア化設定っていうのを紹介していきたいと思います。こちらはですね、感度カーブは通常の直線で問題なかったです。ただエッジのデッドゾーンの方8とか18とか入れてあげるっていうのが、一つのね、リニア化の方法になってきますね。TMR の時と同じでですね、エッジのデッドゾーン8だけ入れてあげるとですね、だいたい 10% 以内に感度が収まってきてくれます。エッジのデッドゾーン18まで入れるとですね、ほとんどこの、右側に倒した時の低感度度合いっていうのもね、かなり、低くすることができるのでですね、より感度が高くてね、スムーズな操作ができるかなと思います。違和感少なくしたければ8あたりですね。なんで8から18の間ら辺でね、使っていただくのがいいのかなというふうに思います。どうしてもこのね、右側に倒した時のこの辺りの低感度度合いっていうのは気になるんですが、ここを持ち上げてしまうとですね、この左に倒した時の感度っていうのが高くなりすぎてしまうのでですね、感度カーブの方はいじらない方が私はね、良かったかなと思います。そのあたり好みでね、いろいろいじってみていただくのはいいかなというふうに思います。はい、改めてデュアルセンスエッジのリニアとの誤差のグラフですけど、やっぱりすごくね、左右差少なくて、すごく優れているかなというふうに思います。他のサードパーティー製のコントローラーですね、いろいろ見てきました。ブリッツ2ですね、こちら ALPS 製のスティックモジュール採用していますが、左右差が結構大きかったかなっていうところでしたね。なんでですね、これまでですね、スティックの感度カーブっていうのをですね、ある特定の一方向にのみ、絞ってですね、見てきたんですが、今回から左右とか上下についてもですね、見ていくことができるようになったかなと思います。そういう風にですね、見ていくことでですね、そのコントローラーのスティックの本当のね、出来の良し悪しっていうのがね、いろいろ細かく、より詳細に見ていくことができるようになったかなと思います。そういうことができるようになったのもですね、自動化したからこそですね、1回の測定で1分で終われるっていうことでね、いろいろ詳しく見ていくことができるようになったかなと思います。そんなわけでですね、今回はですね、かなり大きな新発見があったかなっていうふうに思います。サードパーティー製コントローラーでどうしてもリニア化してもですね、違和感が残ってしまう原因っていうのをですね、上下左右の感度差っていうのがあるっていうこととですね、あとはね、あんまり詳しくは今回解説しませんでしたが、行きと戻りの誤差ですね、スティックを倒していくとき、中立から倒していくときと、倒された状態から戻ってくるときに、のね、感度の差っていうのがあったりもしますということですね。このあたりね、実際 FPS ゲームのエイムにどれだけ影響があるかとかですね、悪いことなのかっていうのはですね、結構微妙なところでですね、動画内でも説明した通り 10% 以内ぐらいであればね、大した問題になることはないと思います。全然慣れていける範囲かなっていうところでですね、そこがね、どうしても気になるよという方はもちろんこのデュアルセンスやデュアルセンスエッジを使っていただくのが一番ね、ベストな選択かなっていうふうには思いますが、私はね、特に気にならないかなっていうふうに思うのでですね、こういったね、サードパーティー製コントローラーも全然ね、リニア化とかをして工夫してね、使っていけばいいのかなっていうふうに思ったところです。はい、今回の動画が、参考になったよっていう方はぜひね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。以上、モノルーでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。